皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、イスラエルからウクライナへと過去最大の軍事支援が行われたというニュースが入っているので取り上げていきます。合わせて中東情勢の関連ニュースなども押さえておきましょう。現在、ウクライナ情勢をめぐっては、アメリカのトランプ大統領がロシアのプーチン大統領に対してどのような外交交渉を行うかが注目されているところです。一方で戦闘は日々行われているので、ウクライナは自国で生産調達する兵器や弾薬類以外にも多くの支援を各国に求め続けているところです。そうした状況下において、今回イスラエルがウクライナに対して供与したのは、日本でも採用されている防空システム、パトリオットのミサイルです。ウクライナが自力で生産できる防空ミサイルではありませんから、非常に役立つものです。早速どのようなニュースが報じられているか見ておきましょう。CNN より、イスラエル、パトリオット90機をウクライナに供与。アメリカが仲介。なお、90機というこの機なのですが、表現としては90発と言った方が良いでしょう。パトリオットミサイルのシステム全体を1機2機と数えるので、今回の内容としては、弾の方を90発です。地対空ミサイルパトリオット約90発がイスラエルからアメリカの仲介を通じてウクライナに移送されていることが分かったアメリカ国防当局者が明らかにした。パトリオットの供与についてはアメリカネットメディアアクシオスが最初に報じた。このパトリオットはイスラエルに保管されていたもので、イスラエルでは30年余りの運用の後、昨年4月に退役した。イスラエルからウクライナへの供与については、昨年夏から協議が続いていた。バイデン政権の当局者は、こうした取り組みによって使われていないパトリオットがロシアと戦争しているウクライナ政府の支援のため供与される可能性があると期待を寄せていた。ウクライナはロシアによる大規模なミサイルや無人機ドローンによる攻撃を受けてより多くのパトリオットを切望している。イスラエルによるウクライナ支援は極めて限定的で、イスラエルの指導者はロシアを過度に批判しないよう注意してきた。イスラエルのパトリオットはまずアメリカに引き渡され、その後ウクライナへと搬送される。イスラエル軍は昨年4月、1991年に軍に統合されたパトリオットシステムを退役させると発表した。パトリオットはイスラエルにとって主要な防空システムとはなっておらず、イスラエルは現在アイアンドームやダビデスリングなどの防空システムをより活用している。まず最初にイスラエルがパトリオットミサイルをウクライナに供与した理由というのが、イスラエルにとって主力の防空兵器がパトリオットミサイルではなくなったといったことが挙げられます。イスラエル軍の防空ミサイルはアイアンドーム、ダビデスリング、アロー2、アロー3のミサイルによって構成されています。このうち一番有名なのがアイアンドームでしょう。アイアンドームは主にガザ地区のイスラム武装勢力ハマスから撃ち込まれてくるロケット弾に対する防空兵器で射程が短いものです。頻繁に使用するものですからニュースでもたびたびアイアンドームの名前が出て非常に有名となりました。ガザ地区から撃ち込まれてくるロケット弾対応のためアイアンドームの射程距離は10キロ程度、重量としても90キロ程度のものでしかありません。これは迎撃するためのミサイルが大きければ大きいほどお金もかかりますし、ロケット弾を撃ち落とせる程度の適切なコストを考えた上での防空兵器です。アイアンドームより上の射程距離はダビデスリング。こちらは推定で射程距離は80キロ。さらに射程距離が長いものについてはアロー2。最大射程は150キロともされています。そしてアロー3はより大型のミサイルで射程は数百キロとなっています。これら射程距離の長いミサイルについては近隣のイスラム武装勢力ハマスやヒズボラ相手ではなく少し離れたイランから飛んでくるような弾道ミサイル対策というふうに考えられています。そしてこのような各種防空ミサイルをイスラエルが自国で開発、生産、配備してアメリカのパトリオットミサイルを退役させたのは結局のところ自分の国で使うものは自分の国で改良生産することが継戦能力を得ることにもつながるし技術開発をする上でも重要だと考えているからでしょう。これまでイスラエルはウクライナに対する軍事支援を本格的には行ってきませんでした。それは隣国
シリアにアサド政権があった時代においては、アサド政権と結託するロシアは海軍、空軍を配置し、イスラエルにとっては決してロシアは遠い国の軍隊ではなかったからです。イスラエルがウクライナに大々的な支援を行うと、それこそロシアがどのような行動をとってアサド政権を反イスラエルの行動に走らせるか分かったものではないといった危険性があったわけです。ただし、この状況については大きく変わりました。ロシアと結託していたアサド政権は反政府軍によって打倒され、アサド大統領はロシアへと亡命し、現在どのような生活をしているかは定かではありません。アサド大統領とその一族は不正蓄財を重ねに重ねて海外に様々な資産を隠していると言われていますから、ロシアに亡命してもお金には困らないだろうと言われています。そして反アサドの反政府軍たちはロシア軍の戦闘機による爆撃を受けて大いに苦しんできました。それだけにアサド政権が倒れた以後にできた新政府はロシアに対してはこれまでの経緯もあって出ていけというような基本姿勢をとっています。つい先日も解説動画を上げましたが、ロシア海軍の長い間拠点となっていたタルトゥース港のリース契約が破棄されたというニュースが入っています。それに伴ってロシア軍は港に集積していた軍需物資を貨物船に乗せてすでに港を離れたと言われています。さらについ最近では正式な今後についての話し合いをするためにロシアの外交団が現在シリアに滞在しているそうです。しかしタルツース港以外にもこれまでロシア軍の戦闘機が拠点としていた空港についても使用契約の解除がなされるのではないかという見立てとなっています。よほどロシア側から美味しい条件の提示でもない限り、これまで散々ロシア空軍機によって爆撃されてきた新政府の人たちにしてみれば、ロシア空軍機をこのまま国内に残すとはちょっと思えません。このまま推移していけば、イスラエルの隣国シリアからロシア軍が姿を消すのは時間の問題でしょう。そうしたこともあって、つい最近イスラエルは隣国レバノンの武装勢力ヒズボラに対する攻撃を行った際に彼らが残していたロシア系の兵器や弾薬類などについて没収し、これを自分たちは使わないということもあってウクライナに供与することを発表しました。こうした流れの中にあって今回イスラエル軍は自国で使わなくなったパトリオットミサイルをアメリカへと引き渡したというわけです。ただロシアに対する警戒感が低下したからといっても、今回の支援に関しては、一応は控えめな表現を行っているようです。イスラエルとしては、バイデン政権との交渉によってこれらの兵器をウクライナ支援に渡されるんだろうなというのが分かった上で渡しているわけですが、イスラエルとしてはあくまでももう使わなくなったからアメリカにお返ししますよという話をしているだけで、返した後どこに向かうかはイスラエルにとっては知らない話だという話をしています。ちなみにちょっと難しい話として出ていたのが、ガザ地区との絡みでウクライナに対する支援を行ったのではないかといった話も出ています。現在、イスラエルのネタニヤフ政権は少し不安定な状況になっています。これはこれまでの政権内において超強硬派と呼ばれるような人たちを一旦横に置いておいてハマスと停戦したものですから、これに反発する政党の影響もあって政権が揺れているのです。これらの人たちに対する少しでも懐柔策としてウクライナとの外交関係をより親密化したいというような意見が出ています。この中身なのですが、ユダヤ教の超正統派と呼ばれるような人たちが敬愛しているラビーナ・フマンという人の墓がウクライナにあります。彼の墓に巡礼する旅をする人たちの受け入れといったものをスムーズに行うためにも、イスラエルとしてはウクライナとの間における緊密な関係を強化したいという流れがあるのだというような解説も今回のイスラエルの行動に関しては解説している方がおられました。こうした宗教的な理由については私はちょっと評価はできないのですが、今のイスラエル国内における政権の不安定さを考えると、ユダヤ教正統派の人たちに対する何らかの働きかけをする取り組みも必要とされている可能性があります。ちなみにイスラエル軍が不要となったパトリオットミサイルがウクライナにとって役に立つかどうか、はっきり言えば役に立ちます。今回ウクライナに引き渡されたパトリオットミサイルは PAC2 と呼ばれるもので、射程距離は160キロ程度あると言われています。
現在ウクライナの戦線においては、ロシア軍が滑空爆弾による攻撃を行ってくるのですが、その射程距離は40キロ程度だと考えられており、PAC-2 ミサイルがまとまった数入れば、ロシア軍の戦闘機を撃墜することも十分視野に入ってきます。ロシア軍の地上戦での基本戦術は、多くの兵士たちを突っ込ませることによる人海戦術なわけですが、それを支えているのが、ロシア軍の戦闘機による滑空爆弾攻撃なわけなので、たとえ数が少なくても戦闘機を次々と落とすことができれば、より迎撃は難易度が下がることでしょう。これまで交渉してきたのはバイデン政権なわけですが、トランプ政権になってもウクライナに対する支援に関して止めている様子はないので、その点についてはちょっと一安心というところです。引き続きイスラエルが兵器や弾薬類などについてウクライナに渡してくれれば、ウクライナにとっては新たな支援国の登場となるので、これは非常に歓迎すべきことでしょう。これまでウクライナに対する大々的な支援を行ってこなかったイスラエルが、ここに来て中東情勢の変化などによって支援国へと転換をし始めています。この流れがどうか続きますようにと願うばかりです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。